真術を再現、オロチマルの研究成果を再評価してみる。ボルトには、真術という新要素が登場している、大筒木一族が主に扱う、特殊な能力の総称である、ナルトで登場してきた、忍術、戦術の上位に存在するこの能力は、まさに神の領域ともいえる奇跡の現象を引き起こしている。この能力をよく知る科学者、サンズ・アーマドによると、忍術は真術と同様の現象を再現しようとした試みに他ならない、と見解を示している。しかし、忍者でありながらこの事実に立ち向かい、忍術を真術の域に限りなく近づけた人物がいる。本動画では、オロチマルの研究成果がいかに真理に近いものであったかを、ボルトの内容を踏まえて再評価する。この動画を通して、ボルトにおけるオロチマルの初登場はもちろん、彼の息子である美月の成長が、さらに楽しみなものになると思っている。またオロチマルの研究成果には、ある真術の未だ明かされていない効果を予想できる可能性をも秘めている。ワクワクさせる内容になっていると思うので、ぜひ最後まで見てほしい。このチャンネルでは、ナルトやボルトを他にはない視点で深掘りしていきます。新たな発見や面白さにつながると思いますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。忍術で真術を再現しようとした試み、その最たる例は、真術、カーマと、不死転生、そして、呪印の例ではないだろうか。オロチマルは長年の研究の末、真術、カーマと同様の結果を得られる禁術、不死転生を完成させた、不老不死の術とも呼ばれる、選ばれた器の体を乗っ取るこの術、再現度はかなり高い、より優秀な素質を持つ人間の体を乗っ取ることで、新たな力を得ながら死を克服することができる。そしてカーマの再現は、メインの乗っ取る効果だけにとどまらない。オロチマルは乗っ取る対象である器を自分の支配下に置くため、呪印を刻めるようにした。この呪印の効果には、真術、カーマとの共通点が非常に多く含まれているのである。呪印とカーマの類似性は、偶然という言葉で片付けられるものではない。オロチマルは、カーマを模倣する試みの中で呪印の存在に目をつけたのではないか。ナルト連載初期でボルトで登場するカーマの構想はなかったと思われるが、ボルトが連載されている現在ではそう疑ってしまうほどに酷似している。その根拠となる両術の共通点を詳しく解説する。根拠は2つと大きく分けて紹介する。そのどちらも多くの共通点を含んでいるため、2つの術がいかに近いものなのかがわかると思う。1つ目の共通点を紹介する。呪印とカーマの効果は、どちらも元の術者の要素を複製し、対象に打ち込むことから発揮される。しかしその成功確率は低い。まずは呪印から解説する。呪印を対象に刻むには、この術のオリジナルである15の体液から開発された酵素を打ち込む必要がある。しかし、打ち込んだ対象が呪印に適合する確率は10分の1とされ、適合しなかったものは漏れなく死亡する。適合した場合は術者が命を落とした時のバックアップとして機能する。実際にオロチマルは、この呪印を用いて2度にわたる復活に成功している。もう一方の真術、カーマも同様に、印を打ち込むには適合者を探す必要がある。ただし、その適合率は呪印とは比にならないほど低い。こちらも適合しなかったものは激しい拒絶反応の後、基本的に死亡する。大筒木一式は、適合者となる渇きを見つけるまでに残りの人生のほとんどの時間を捧げた。一式は忍びの歴史が始まる以前には星に降り立っていた。つまり恐ろしく長命であったということがわかるが、それに伴って、カーマの適合者を探すことがいかに難しいかもわかる。適合のしやすさでは呪印の方が勝っていると言える。また、呪印とカーマにはウイルスのような性質があると考えられる。これまでの説明から連想した人もいるのではないだろうか。カーマについてはこちらの動画で詳しく解説しているが、呪印にもその示唆が多くある。アニメボルトでは、呪印を刻まれてしまうことを、感染と言い表すシーンがある。他にも、潜伏期間、蔓延、毒などの表現もされていた。どれもウイルスと関係の強い言葉である。そして、呪印には遺伝子構造が含まれているという言及もあった。呪印とカーマはウイルスの要素だけでなく、情報としての要素も持ち合わせている。ナルトガイデン、7代目ホカテと赤色の放つ月でのオロチマルは、全ては遺伝子に記録された情報であると話している。この言葉は呪印について語った内容ではないが、オロチマルが遺伝子を情報として捉えていることがわかる。カーマも情報としての意味合いが強いということは、アマドの言葉からわかる。真術、カーマは、大筒木のバックアップファイルとされる。オロチマルの呪印に対する考えとアマドのカーマに対する考えは、かなり似た内容になってくるだろう。呪印とカーマ、両術の適合者は、自身の能力を引き上げるために術を使用することができる。これが2つ目の共通点である。その内容も共通する点が多い。身体能力の向上、術の質の向上が基本的な効果である。呪印のオリジナルである15に関しては、再生能力とチャクラを吸収する能力も持つ。どちらの能力も、
カーマを得た者が扱うことのできる能力でもある。見た目の面でも似た部分がある。両術の形態には2段階存在する。どちらも1段階目は陰から独特な模様が体に広がるものとなっており、2段階目には体の形状が変化する。使用によるデメリットの点でも近いものを感じさせる。呪印は使用時間が長いほど適合者の体が呪印に侵食され、最終的には自我を失うとされる。15でさえもこの力の影響で二重人格となり、危険な衝動に駆られることがある。もう一方のカーマも、使用することで適合者が完全に乗っ取られるまでの時間を早めてしまう場合がある。適合者のボルトの体は、ボルトの意識だけでなく大筒木も式の意識も併せ持った状態となった。この状態もまさに二重人格と言える。以上のような性質を持つ呪印とカーマは、決して逃れられない宿命としての意味合いが強い。これらの術に適合しうる体を持つ存在は、生まれたその時から術に翻弄されることが運命づけられているのである。どちらの術に対しても、登場人物たちによって宿命と結びつけられた発言がされている。これほどまでに類似性の高い2つの術、もしかすると、呪印にあるカーマとの違いに着目することで、カーマのまだ明かされていない効果や設定を予想できるのではないだろうか。そこで、2つの可能性が思い浮かんだので紹介する。カーマにも、新たな種類のチャクラを扱えるようになる効果があるのではないだろうか。呪印には、仙人モードと同じく自然エネルギーを取り込むことができる効果を持つ。呪印の発動中に使用した術は、戦術チャクラの要素を持ち、実質的に戦術へと変化しているということになる。カーマに関して、現状このような効果があることを明らかにした説明はない。しかし、その可能性を感じさせる描写はあった。ボルトの体を一時的に乗っ取った桃式は、ボルト本人が一度も生成したことのない超大玉螺旋岩を難なく使用した。これは体外にある新たなエネルギーの恩恵を受けているのではないか、という推測ができるシーンとなった。アニメでの話にはなるが、ボルトは螺旋岩の強化をする修行の中で大玉螺旋岩を教わろうとしていた。ところが、カカシはチャクラ量の観点で、大玉螺旋岩は無理と断言している。そのはずが、桃式はボルトの体で超大玉螺旋岩を完成させた。この事例から少なくとも、カーマの効果の中にチャクラ量を増幅させる内容があると言える。何のエネルギーの恩恵を受けてチャクラ量が増えたのかは不明だが、ボルトで語られる新たなエネルギーが関わってくる可能性は想像できる。新たなエネルギーといえば、ボルト第2部で星のチャクラと呼ばれる新たな力の存在が語られている。星の回転にまつわるエネルギーを取り込むことで得られるチャクラとされている。もしかするとカーマとの関わりがあるかもしれない。カーマの元の術者であれば、カーマの因を大筒木かごと取り除くことができるのではないだろうか。呪印の事例から考えてみる。呪印には、適合者から因がその効果とともに除去された事例がある。その一つが内葉サスケの例。兄たちとの最終決戦の終盤だった。サスケは自身のチャクラが尽き、イタチのスサノオを止める術がなかった。サスケが無理に力を使おうとしたその時、彼の呪印から取り込まれていたオロチマルが復活。しかし、虚しくもイタチのスサノオを止めることはできず、現実世界へ封印される結果となった。ただ、この出来事をきっかけに、サスケの呪印は一切の能力を残さずに消えた。ボルトにもサスケと似た状態に陥ったことがあったが、ボルトのカーマと大筒木化が消える結果にはならなかった。結果としては、一時的に桃式にボルトの体を乗っ取られた状態となった。もう一つの例は先ほどと似ているようで少し違う。薬師兜を相手にサスケとイタチが共闘した後のこと。忍びの歴史を知るため、オロチマルを復活させようとしたサスケは、15に指示をして兜の一部をみたらしあんこの呪印に押し込ませた。この状態からサスケが封印を解除したことによって、オロチマルは2度目の復活を果たした。オロチマルはイタチの現実世界で封印されているはずだったが、何の問題もなく現実世界に戻ってきた。これらの事例から、真術、カーマも完全に取り除くことができる可能性があると思えてくる。カーマの起源となる術者であれば、サスケやアンコのような例を、カーマの適合者にも再現できるのではないだろうか。大筒木がもろとも完全に取り除くことができる可能性を持つ人物がいるとするなら、大筒木芝居あたりかもしれない。芝居は幾度となく器にカーマを打ち込み、牽制を繰り返してきた太古の大筒木一族である。現在の世界に存在する大筒木は、ルーツをたどっていくと芝居に行き着く可能性がある。このように、呪印の事例を振り返ることでカーマにまつわる現象を予想することもできる。オロチマルは、呪印で真術、カーマでも起こせていない現象を生み出している。彼が生み出す最高傑作は、真術を扱う大筒木に限りなく近い存在に違いない。最後にオロチマルの息子であり、オロチマルのクローンでもある美月の可能性について考えてみる。戦術は、大筒木かぐやが降り立った時にはすでに存在していたと思われる太古の能力である。呪印もその一つであることから、真術、
カーマを模倣する試みは時代を超えて続いてきたということがわかる。美月は、その試みの最先端となる存在、オロチマルが長年にわたり研究して得られた英知の集大成である。彼は生まれながらにして仙人化することができる。彼の仙人化は仙人モードと呼ばれているが、姿や発動方法に関しては、仙人モードというよりは人員化に近い。彼の仙人モードは、普通の仙人モードと比べて異質であることは間違いない。そんな美月は、最も大筒木に近い存在なのかもしれない。仙人モードになれるということは、忍びが強くなる一つの到達点に立ったということが言える。ここからいかにして美月が強くなるのかは、未知の領域である。仙人モードを超えるということが、美月が忍びを超えて大筒木を再現することにつながるのだろう。以上をまとめる。オロチマルの研究は、どこまで意図していたのか。真術、カーマと同様の結果をもたらすものとなった。カーマと不死転生は、どちらも死を克服する用途で使用されている。それに加え、カーマと呪印の間にも驚くべき類似点がある。両者は適合させる必要があるだけでなく、その適合者は能力向上に使用が可能である。忍術や戦術が真術を再現する試みそのものだとするなら、オロチマルによる不死転生と呪印の研究は、その試みを成功へ導いた事例だと言えるだろう。また、呪印とカーマの類似性は、カーマから起こるまだ見ぬ現象を予測する材料になる。呪印の特性から、カーマにもチャクラ流を増幅する効果や除去の可能性があると推測できた。そして、オロチマルの研究の集大成は、息子である美月にある。オロチマルのクローンである美月は、特殊な仙人モードに形態を変えることができる。現在、この力を超えられるかどうかが大きな壁となっている。美月は忍びを超えて大筒木を再現する可能性を秘めた。真術研究の最先端に立つ存在である。オロチマルは、忍術を扱う者として、真理の全てを理解する究極の答えを目指していた。ボルトでのオロチマルの初登場への期待はもちろん、美月のさらなる成長にも期待したい。ここまでの内容は、個人的な妄想を多分に含んでいます。多めに見ていただけますと幸いです。今回の動画に関する感想や意見がありましたら、コメントで教えていただけると嬉しいです。もしこの動画が面白いと思ったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。